ついに公開された先行のハサウェイ・キルケーの魔女では、新機体に加えて既存機体の新装備やバリエーション機も登場しました。特に新機体に関しては原作ファンでも想像すらしていなかった方向からの参戦だったのではないでしょうか。今回はそんなキルケーの魔女に登場した全機体について解説させていただきます。なお本動画は小説および映画のネタバレを含みますので、未読未視聴の方はご注意ください。クシーガンダム。まずハサウェイの登場機でありマフティーの象徴となる機体クシーガンダムです。第1部ラストではペーネロペを撃墜し圧倒的な機体性能を見せつけました。本機はミノフスキーフライトシステムと呼ばれる特殊なシステムを搭載したことで第5世代モビルスーツと呼ばれています。これは見えない足場を作り出すシステムなので、従来のモビルスーツは大気圏内では基本的にスラスターでジャンプするしかなかったところを、クシーは見えない足場の上を滑空するようなゲートが可能なので、棒立ちのような状態で自由に飛び回ることができます。キルケーの魔女では第1章にも増して空中をふわっと飛び回る姿が描かれています。ちなみにビームバリアを展開して空気抵抗を減らすことで音速飛行が可能です。前半では水の中に沈めてビームバリアが問題ないかチェックする様子が描かれました。ただ第1章ではペーネロペ視点でビームバリアを展開するクシーが描写されていましたが、本作ではビームバリアを展開しているような描写は見られませんでした。またキルケーの魔女では前作では見られなかった新装備が登場しています。まずサンドバレルです。こちらはキンバレーのモビルスーツ部隊と遭遇した際に使用した無数の鉛玉を発射する兵装で、小説ではどこに搭載しているのか不明でしたが、映画ではシールド内を前に向けて射出していたためシールド内に装備しているようです。オエンベリのキンバレー軍と遭遇してすぐ夕日の差す中、引き気味の構図で空中に粉のようなものをばらまいていたシーンで使われていました。これは攻撃用ではなくミサイルや実弾を撃ち落とすフレアの代わりとなる防御兵装です。ただ発射タイミングはシビアなようで、小説によれば投入が早すぎると有効に働かないケースもあります。映画でも射出すると拡散して落ちていったので、ミサイルが飛んでくる直前に射出する必要があることがわかります。ちなみにサンドバレルを使用した際、小説ではクシーガンダムには最後の防御手段としてビームバリアーがあるものの、ハサウェイはミサイルの迎撃程度なら必要ないと考えていたことが描かれています。またクシーのビームライフルにはエネルギーパック方式が採用されていますが、観光地戦ではオプションで予備のパックを収容できるホルダーが追加されました。そのためアリゼウス戦では投げ飛ばした後、これでもかというほどビームライフルを連射して浴びせています。なお小説下巻でビームライフルが破壊された際にはメインエンジンからエネルギーパックへチャージする描写があるので、クシーにはエネルギーパックへのエネルギー充填機能があるようです。もしかするとアリゼウス戦ではビームバリアを使わずにエネルギーをセーブして、代わりにエネルギーパックにエネルギーを供給してライフルの弾幕を張ることができたのかもしれません。なおアリゼウス戦では前作で未使用に終わった東部バルカン砲を使う描写も描かれていました。ダクトが開閉してバルカン砲塔が露出する様子も描かれています。また本作のクシーガンダムはかなり武装を制限した状態で戦っていました。キルケー部隊に襲撃されたことで地球へ降下したクシーガンダムの補給パーツは半分しか回収できず、もう半分は海に沈んでいます。そのため本作ではマクシミリアンからミサイルの回収率が悪く、オエンベリではファンネルミサイルの使用を控えるよう忠告されており、通常のミサイルしか使用していませんでした。ちなみにカーゴピサにはクシーの様々な予備パーツが積まれていますが、その中には脚部もあるものの、ケネスがロドイセアと海に沈んだカーゴピサを発見した時の映像の中に片足が映っていました。そのため万が一脚部を破損すると修理できないと思われます。またオエンベリ戦の前、補給に関してマクシミリアンは問題ない、メッサーに関してはなと言っていました。アリゼウス戦でもファンネルミサイルの使用は控えめにして戦っていましたが、今後アデレード戦までにクシーの補給が一切受けられないのであれば、かなり厳しい戦いを強いられると思われます。しかし原作だと最終決戦前のアンクシャス湾の洞窟で
最後の補給を行った際に、メッサーも12機に増えているので、クワックサルバーがアナハイムエレクトロニクスに手を回して、クシーの補給パーツを送ってもらうという可能性もありそうです。とはいえ、エアーズロックでは、まだ補給があるかもわからない状況なので、機体の損傷はハサウェイとしても避けたいところ。しかし、劇中ラストでは、量産型ニューガンダムのビームサーベルに焼かれ、胸部から頭部にかけて損傷しました。しかし、この損傷をきっかけに、顔のマスクが割れ、隠されていたヘノジスリットが現れました。ちなみに、このヘノジスリットを晒し、クシーがガンダム顔となったことは、非常に大きな意味を持つ描写です。そもそも、劇場版のクシーガンダムは、小説版のガンダムもどきという印象をリスペクトし、G ジェネ版とは異なり、脱ガンダムを意識してデザインされたことが、各所のインタビューで語られています。特に、顔の違いは一目瞭然で、中でも、ヘノジスリットの有無は、意図的に、ガンダムもどきらしさを演出する要素として扱われていました。そんなヘノジスリットがあらわになったということは、劇場版のクシーが第2部を経て、ガンダムもどきからガンダムとなった証と考えられます。小説では、ブライトが、歴代のガンダムはいつも反骨の精神を持ったものが乗っていたと言っているので、最終章では、まさしく反骨精神の象徴になるのではないでしょうか。メッサー。続いて、マフティーの主力量産機であるメッサーです。劇中では、第1部でも活躍したメッサー F 型と、新タイプとなるメッサー M 型が登場。この M 型の見た目は、森木康弘がデザインした小説版のメッサーに酷似しており、特に胸部装甲の上部に配置されたダクトや頭部、肩部の形状は小説版そっくりです。ちなみに、メッサー M 型は小説版メッサーをデザインした森木氏、F 型はモチーフとなった G ジェネ版を手掛けた藤田和美氏と、メッサーを手掛けたデザイナーの方のイニシャルにちなんでいるのではないか、とネットでは囁かれています。なお、M 型と F 型の仕様が違うのは、マフティーにモビルスーツを提供しているアナハイムエレクトロニクス社の大人の事情が関係しています。アナハイムエレクトロニクスは、連邦にもモビルスーツを提供している都合上、テロリストの関与を知られるわけにはいきません。そこで、製造元を特定できないようにするため、M 型と F 型で製造する工場を分け、外観形状も大きく変えているようです。内部フレームや基本スペックは F 型と同一規格となっているようですが、ガウマンたちによると F 型と比べて癖がある機体と語られています。また、ハサウェイは、スロットルの癖は解消されていないと言っていました。このことから、M 型は推力制御が難しいじゃじゃ馬な機体なのだと考えられます。ということは、裏を返せば、扱いは難しいものの、使いこなせば、誰かさんのように、3倍の速度で移動することも可能なのかもしれません。最終章での活躍に期待したいところです。作中では支援艦シーラックに搬入されており、一部で蒸気を失ったガウマンノビルの新たな登場機となりました。ちなみに、左肩はパーツのG色が露出していますが、これは塗装が間に合わなかったとされています。また、F 型、M 型共通の新兵装として、ライフルの予備カートリッジのような装備が用意されており、オエンベリの作戦では、リアスカート右側に、爆雷であるマインレイヤーを装備し、左側にカートリッジらしき装備が確認できました。アリュゼウス&量産型ニューガンダム。続いて、キルケーの魔女におけるレーンエイムの登場機、アリュゼウスです。本機は、量産型ニューガンダムをコアに、ペーネロペーのテスト用に製作された試作機のパーツを流用したユニットを装着した機体となります。もともとは、ペーネロペーが正式に配備されるまでの間、レーンがフライトフォームでの高速飛行になれるための練習機として急増された機体です。しかし、第2部ではペーネロペーが修理中だったため、その代替機として急遽用意されました。本機は、ペーネロペーの練習機だけあって、非常に高い飛行能力を有しています。ただ、本機を製造した際には、大気圏内での単独高速飛行を可能とするミノフスキーフライトユニットが未完成でした。そこで、旧来のプラズマジェットエンジン式推進システムを利用したシェルフノズルを機体の各部に計20機搭載。これを並列運用することで、フライトフォームではペーネロペーにも劣らない高速飛行を可能としています。要するに、旧式のエンジンを大量に装備して、無理やり最新技術と張り合おうとした脳筋機体ということです。
さすがにミノフスキークラフト搭載機と比べて小回りはあまり効かないのか、旋回時にもたつきがあるようです。武装面ではファンネルミサイルポッドを合計34機搭載し、外付けで至る所に取り付けられています。またモビルスーツ形態ではアリュゼウスのコアユニットとなる量産型ニューガンダムは脚部が折りたたまれているなど、非常に試作機関の強い機体となっています。そのためか白兵戦はあまり得意ではないようで、劇中ではクシーガンダムに背後を取られた上に投げ飛ばされていました。とはいえシェルフノズルだけ残した量産型ニューガンダムの状態でも空中戦を行っているので、相当高い推力を持つことがわかります。ちなみにアリュゼウスに搭載されているシェルフノズルといえばブッホ・コンツェルンが開発したもので、ガンダム F91 に登場するベルガギロスなどが装備していますが、0096時点でトワイライトアクシズの漫画版に登場するフェイルノートがその試作品にあたるフィンノズルを装備しています。そのためブッホ社が後のクロスボーンヴァンガード台頭へ向けて技術力をつけていく中で、アナハイムエレクトロニクスに技術協力したということも考えられます。そんなアリュゼウスは試作機ながら性能は折り紙付きで、飛行能力はかなり高く、劇中ではクシーガンダムと背中合わせで飛行するシーンも見られました。ハサウェイは近距離でのファンネルミサイルは自爆の恐れもあって使えないと判断して接近したのかもしれませんが、レーンはお構いなしに発射していました。量産型ニューガンダムにパージした後はアムロのニューガンダムと勘違いして存在しないフィンファンネルの方向にビームを撃つハサウェイに困惑するレーンでしたが、クシーの圧倒的パワーの前になすすべもなく敗北しています。しかし爆風の中から飛んできたファンネルミサイルをビームサーベルで切り落とすなど高い技量を見せつけるシーンもありました。第1章の屈辱がレーンをかなり成長させたのではないでしょうか。今回はさらに死の恐怖を味わったので、最終章では回収されたペーネロペーで気迫あふれる戦いを見せてくれると思われます。リガズイカスタム。続いてキル系部隊に新たに配備された機体の一機、リガズイカスタムです。劇中ではダバオの連邦軍基地でウェイブライダー形態の本機が確認できます。一見リガズイにも見えますが、カラーリングやアサルトライフルを機体側面に装備していることからリガズイカスタムで確定と考えていいでしょう。もともとモビルスーツバリエーション企画で登場した機体で、アムロレイ専用機として開発されたものの、アムロが独自にニューガンダムを設計したため不要となり、計画が凍結された機体とされています。ただ劇場版で登場したことから、最低でも1機は試作されていたという設定に変更されたと思われます。ちなみに宇宙世紀王100のジオン共和国の自治権放棄をもって連邦軍は戦乱の消滅を宣言し、これに合わせて軍縮を進めているので、先行のハサウェイの部隊となる宇宙世紀王105頃は連邦軍の戦力はかなり低下しています。そのためリガズイカスタムのような表部隊に立つはずだったお蔵入りの高性能試作機は持て余していたと考えられます。そこでマフティー掃討作戦の前線となるキル系部隊へ戦力増強のため配備されたのではないでしょうか。グスタフカール00型。続いて連邦軍の最新鋭量産機であるグスタフカール00型です。本機は宇宙世紀0096頃には先行配備されており、ガンダムユニコーンではシャイアン基地で2機ほど確認されていました。その後量産仕様となる機体が正式に配備されますが、量産するにあたってフレーム構造などの全面的な見直しと改良が行われます。その際型式番号も先行配備型の13型から00型へと更新されました。これに伴い脚部カバーに展開ギミックが追加され、脚部スラスターの可動域や放熱作用の向上が図られました。そのため本作に登場する00型は13型よりもホバー移動やジャンプ時の姿勢制御といった点で高い機動性と運動性を持ちます。一方で兵装は13型からほぼ変更なしの標準的な構成となっており、ビームライフルもジャガンと同型のものを装備していました。ただエアーズロックへギニと共に向かった機体にはディゼルやデルタプラスなど可変機系モビルスーツがよく使用していたロングビームライフルが装備されていました。こちらはビーム刃を形成できるほか、ビーム照射時間を延長した高出力射撃モードが用意されており、通常のライフルより高い性能を誇っています。ちなみにロングビームライフルを装備していた機体のパイロットは
かつてアムロが着ていたのと同じ白のパイロットスーツを着用しています。そのため連邦の中でもかなりの手だれ、エースパイロットだった可能性が高いです。それこそ宇宙世紀0096のラプラス事変ではゼータプラスやリゼルを愛用していた可変機乗りで、その名残からゼータ系のビームライフルを好んで使用していたのかもしれません。作中でもそのパイロットスーツに恥じない戦いを見せており、サブフライトシステムなしでクシーへ白兵戦を仕掛け、その連携の取れた戦いぶりにハサウェイがうまいと驚愕していました。レーン君がハサウェイから操縦技量を褒められたことがないので、ここで実戦経験の違いが出ていると感じられます。ちなみにグスタフカールの型式番号は先行型が13型なのに量産仕様は00型です。これは00型が劇場版のデザインのモチーフとなった G ゼネ版グスタフカールが初登場したゲーム SD ガンダム G ゼネレーション F の発売年が2000年というところから取っているという噂もネットで存在します。もし最終章で小説版デザイン準拠のグスタフカールが登場したら、何か原作小説に通じる型式番号になるかもしれません。ニューガンダム。続いてハサウェイが錯乱した際に幻覚として現れたニューガンダムです。劇中では量産型ニューガンダムの左側にだけシェルフノズルが残った姿が原型機と重なって見えたことをきっかけに、ハサウェイのトラウマが呼び起こされ幻覚として現れました。作中では新規カットだけでなく、逆襲のシャアにおける戦闘シーンと全く同じ構図のカットが新たに書き起こされており、往年のガンダムファンへの特大サービスが見られました。ちなみに先行のハサウェイでも見られるニューガンダムがライフルを連射するシーンは、富野監督が逆襲のシャア制作時に出していた指示によると、フルオートではなくアムロが一発ずつ引き金を引いて速射しているようです。本シーンの原画を担当した磯光雄氏によると、これは富野監督からの指示でフルオートに見えるけど一発ずつ速射しているように書き分けろと言われたと語られています。とはいえかなりの無理難題だったらしく、当時公開された映像は富野監督の脳内映像の再現率 20% くらいではないかとも語っておられました。また逆襲のシャア劇中のカットだけでなく、映画の特報映像でバルカンをばらまくニューガンダムのオマージュ等も行われています。ハサウェイの幻覚だからか、クシーがフィンファンネルを撃ち落としたにもかかわらず、再びどこからともなく現れて再度背中にマウントされていました。第1章からアムロの幻覚を見ていたハサウェイですが、原作小説でクエスが死者の世界へ引きずり込もうとしていたのに対し、アムロは自分らしく生きるように訴えかけていたので、原作とは流れが変わる可能性を見せてくれていたと思われます。なお逆襲のシャアの回想シーンでは他にもジェガンやアルパージールなどハサウェイと関係のある機体も多く登場していました。一方で今作はマンハンター仕様の陸戦型ジェガン A 型のように登場していない機体もありました。また第1部でオエンベリ軍がハウンゼン襲撃に使ったギャプランも今作では登場していません。ただ第2部で晴れてオエンベリ軍もマフティーの仲間となったので、最終章では戦力が乏しいマフティーの貴重な戦力としてゲスト機体が登場する可能性もありそうです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。